みんな元気かな。ずんだもんなのだ。今日はアフリカ北東部の国スーダンについて一緒に見ていくのだ。スーダンでは今も内戦や暴力が続いていて、多くの人たちが命がけで逃げる旅を強いられているのだ。今回ずんだもんが一番伝えたいのは衝撃の証言。走るから脱破への避難の旅というニュースなのだ。2025年10月、西部の都市ファーシルが即応支援部隊によって陥落してからおよそ8万世帯もの人たちが包囲された町を脱出して北部州ドンボラ近くの脱破という町を目指したのだ。その道のりでは発砲や略奪、若い人たちの連行、そして法外な通行料の強要が続き、負傷した家族を道中で亡くし、その場で埋葬せざるを得なかった人の証言もあるのだ。まさに死と上にさらされながらの逃避行だったのだ。北部州脱破にはこれまでに約4万人が到着していて、そのうちファーシル陥落後だけでもおよそ5000人が新たに避難してきたと言われているのだ。多くは高齢者や女性、子供で怪我をしていたり、栄養失調の状態にある人も少なくないのだ。検事総長の委員会には即応支援部隊による犯罪についてすでに1370件以上もの訴えが寄せられているのだが、政府が公表する避難民の数とは大きな食い違いがあると言われているのだ。さらに現地で支援を行いたい団体の立ち入り許可も厳しく制限されていると指摘されているのだ。この動画ではそんなスーダンの今起きていることをニュースや証言をもとに分かりやすくたどっていくのだ。それじゃあ詳しく見ていくのだ。スーダンは北東アフリカ紅海に近く、首都はハルツームなのだ。ナイルの支流が合流する重要な地なのだ。1956年独立後にクーデターや民主化を繰り返し、現在も軍と民兵の対立など政治的不安が続いているのだ。人口は約4500万で、農業や石油、畜産が主要産業、ヌビアやアラブをはじめ多様な文化と音楽が息づいているのだ。一つ目のニュースなのだ。衝撃の証言。走るから脱破への避難の旅という記事なのだ。記事は2025年10月にスーダン西部の都市ファーシルが即応支援部隊に陥落した後、北部州ドンボラ近郊の町脱破へ逃れた人たちの証言を伝えているのだ。約8万世帯が包囲下の町から脱出し、多くがトイラや脱破のキャンプに到着したのだ。道中では発砲や略奪、若者の連行、巨額の通行料の強要があり、負傷した父を道中で失い埋葬した女性の話など、死と飢えに満ちた旅路が語られているのだ。北部州脱破にはこれまでに約4万人、そのうちファーシル陥落後だけで約5000人が到着し、多くが高齢者、女性、子供で、負傷や栄養失調も多いのだ。検事総長の委員会は、即応支援部隊による犯罪について1370件以上の訴えを受理したが、政府発表の避難民数には食い違いがあり、支援団体の立ち入り許可も厳しく制限されていると指摘されているのだ。二つ目のニュースなのだ。国連ザムザムへの攻撃で民間人1013人が殺害、女性75人が性的暴行を受けたという記事なのだ。2025年4月、スーダンのダルフール州で準軍事組織即応支援部隊がザムザム国内避難民キャンプを3日間攻撃し、少なくとも1013人の民間人が殺害されたのだ。319人は処刑される形で殺され、市場や学校、病院、モスクでも犠牲が出て、40万人以上が再び避難を強いられたのだ。少なくとも75人の女性を含む104人がレイプなどの性暴力を受け、食料や水も意図的に封鎖されたのだ。国連のトゥルプ人権高等弁務官と虐殺防止担当顧問は、これらを戦争犯罪級の重大な違反と非難し、即時停戦、人道支援の確保、武器供給停止と加害者処罰を各国に求めているのだ。
3つ目のニュースなのだ。ヒタダルフールのトワイラで火災、数十件の家屋が全焼という記事なのだ。2025年12月18日、スーダンの北ダルフール州トウィーラ地区の避難民キャンプで大きな火事が起きたのだ。水曜日の夜に発生した火災で200戸以上の家が焼け、数千人の国内避難民が被害を受けたのだ。家はほとんどが現地の簡易な材料で建てられており、ほぼ全てが焼失したのだ。キャンプの非常委員会は被害を抑えようと支援を続けているが、損害の規模に対しては全く足りていないと説明し、国際機関や人道団体に被災した家族への緊急支援と住まい、生活必需品の提供を強く求めているのだ。スンダモン、スーダンの人々の苦しみに胸が痛むが、被災者へ緊急支援と平和が一刻も早く届きますよう祈るなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。